南太平洋、ソロモン諸島。その海域は日米両軍の艦船が多数沈んでいることからアイアンボトムサウンドと呼ばれている。1942年、昭和17年11月。この海峡の底には鋼鉄の残骸とともにあまたの兵士たちの無念が眠っている。当時日本軍にとっての最前線、ガダルカナル島。そこはすでに勇ましい戦場ではなく凄惨な地獄と化していた。補給を断たれた3万の将兵を襲ったのは敵の銃弾よりも恐ろしい飢えであった。兵士たちはガダルカナルを絶望を込めてこう呼んだ。ガトと。立つことのできる人間は寿命30日。体を起こして座れる人間は3週間。寝たきり起き上がれない人間は1週間。自身の余命を判定するこのような言葉さえささやかれていた。彼らが生き延びるために必要な食料は絶対的に不足していたのである。だが海の上もまた地獄だった。制空権を奪われた日本軍にとって足の遅い輸送船で近づくことは自殺行為に等しい。11月中旬の第3次ソロモン海戦では強行突入を試みた輸送船団が空襲により壊滅。海は炎に包まれ膨大な物資が木々と消えた。もはや通常の手段では一粒の米も届けることはできない。万策尽きた軍令部が下した決断はある禁じ手の常態化であった。ネズミ輸送。連合軍側が東京急行と呼んだその作戦は本来艦隊決戦の主役であるはずの駆逐艦を輸送トラック代わりに使うという苦肉の策である。高速で夜陰に紛れて島に接近し荷物を放り投げて夜明け前に逃げ帰る。誇り高き水雷戦隊にとってそれは屈辱的かつ極めて危険な任務だった。その困難な作戦の指揮を執った男がいる。第二水雷戦隊司令官田中雷蔵少将。彼は戦場における論理と現実の狭間で重い十字架を背負っていた。田中は知っていた。駆逐艦は荷物を積むようには作られていない。十分な食料を積めば魚雷の発射管は塞がり大砲の旋回もままならなくなる。つまり輸送任務を優先すれば戦う牙を抜かれることになるのだ。戦わずして輸送するか輸送を捨てて戦うか。敵の政界喧嘩でその二律背反を強いられることの意味を現場を知らぬ後方の参謀たちは理解していない。11月30日夜、田中率いる第二水雷戦隊通称田中艦隊の駆逐艦8隻は再び徹底海峡へと滑り込んだ。その甲板には米俵の代わりにある特殊な荷物が満載されていた。ドラム缶である。これは食料を満載したドラム缶をロープで数珠つなぎにし海上に投下して島の守備隊に引き上げさせるという涙ぐましい知恵の結晶であった。だがこの夜、静寂に包まれたルンガ沖で田中たちを待ち受けていたのは物資を受け取る味方の艦艇だけではなかった。闇の向こう側で最新鋭の目を開き息を潜める米艦隊の殺機。輸送か戦闘か、究極の選択を迫られるルンガ沖野戦の幕が今上がろうとしていた。1942年11月下旬、ショートランド白地。ガダルカナル島への補給船はもはや作戦という域を超え物理法則との戦いとなっていた。大型輸送船団の壊滅を受けて
日本軍が編み出した苦肉の策、ドラム缶輸送。それは単に荷物を積むという単純な話ではない。緻密な計算の上に成り立つ綱渡りのロジスティクスであった。ドラム缶1本の容量は200リットル。ここに米や麦を限界まで詰め込めば、当然鉄の塊となって海に沈む。そのため物資の充填量は半分程度に抑え、残りの空間に空気を残すことで浮力を確保する。さらにそれらを数十本単位でロープによって数珠つなぎにし、艦尾から走りながら投下。艦船で海岸近くまで漂着させ、陸上の兵士にロープを手繰り寄せさせるという極めてプリミティブかつ不確実な手法である。この足かせをはめられたのが田中雷蔵少将率いる第二水雷戦隊の精鋭たちであった。彼らが操るカゲロウ型、ユーグモ型駆逐艦は、当時の世界水準をはるかに凌駕する海上の格闘戦に特化した兵器である。その核心にあるのが93式酸素魚雷、通称ロングランスだ。通常の魚雷が射程数千メートルであるのに対し、酸素魚雷は2万メートル以上、つまり水平線の彼方まで届く長大な射程を誇る。しかも排気ガスが海水に溶けるため、敵に発見される航跡を残さない。まさに敵のアウトレンジから一方的に致命傷を与えることができる日本海軍の切り札であった。さらに特筆すべきは、日本駆逐艦独自の地発装填装置である。他国の駆逐艦が魚雷を撃ち尽くせば撤退を余儀なくされるのに対し、日本艦は予備魚雷を甲板してに格納し、戦闘中に再装填して第2波攻撃を行う能力を持っていた。だがこの世の作戦は、その最強の牙を自ら抜くことを意味していた。甲板を埋め尽くす200本以上のドラム缶は、予備魚雷の運搬レールを物理的に塞いでしまう。自発装填不可能。それは継続戦闘能力の喪失を意味する。世界最強の武器を持ちながら、撃てるのは発射管に入っている8本のみ。外せば彼らはただの可燃物を積んだ脆弱な輸送船へと成り下がるのだ。戦闘力か輸送力か、この二律背反のジレンマに対し、指揮官田中雷蔵は冷徹な計算に基づき艦隊をシステムとして分割した。彼は8隻の駆逐艦を単一の集団として扱わなかった。まず旗艦長波と最新鋭艦高波、この2隻を警戒隊とし、ドラム艦を積載せず身軽な状態で艦隊の前衛に配置した。彼らの役割は先行して敵の探知を行う目であり、いざという時の盾、そしてフルスペックの戦闘能力で敵を引きつけるデコイである。その後方にドラム缶を満載し自発装填能力を封じられた黒潮、親潮ら6隻の輸送隊を配置する。田中が下した公戦規定は、その役割分担を冷酷なまでに明確にしていた。輸送隊は敵と遭遇するも交戦するべからず、揚陸を最優先とせよ。敵の排除は警戒隊のみが行う。これはリスクを最小限に抑えるための合理的なマネジメントである。だが裏を返せば、もし敵が大規模な艦隊であった場合、わずか2隻の警戒隊を見殺しにしてでも輸送隊は逃げなければならないという非常な決断でもあった。11月30日午前、ショートランドを出撃した田中艦隊はニュージョージア海峡、通称ザ・スロットを南下した。彼らは米軍の哨戒圏をかいくぐるため、サボ島の島影を利用し、
座礁ギリギリの沿岸ルートを慎重に進んでいく。その陣形は短獣陣による長蛇の列。先頭の高波が視界を確保し本体を守る。完璧な布陣に見えた。だが田中の緻密なリスクヘッジさえも無力化する脅威が待ち構えていた。闇夜の海戦において日本海軍が絶対の自信を持っていた夜間の視力。その優位性が目に見えない電波の網によって過去のものとなろうとしていたのである。1942年11月30日深夜23時。ルンガ沖の暗闇に潜んでいたのは日本軍がまだその脅威を正確に理解していない第67任務部隊。指揮官はカールトン・ライト少将である。ライトはこの海戦のために万全の布陣を敷いていた。従巡洋艦ミネアポリス、ニューオーリンズなど5隻の主力艦を中央に据え、その前後に駆逐艦を配置する。特に前衛を務める駆逐艦フレッチャーにはこの戦いの勝敗を握るゲームチェンジャーが搭載されていた。新型耐水上レーダー SG。 従来のレーダーがオシロスコープのような波形だけで敵との距離を示す単純な測定器だったのに対し、この SG レーダーは革命的であった。 PPI スコープ。それは時間を中心として周囲360度の地形と敵艦の位置をまるで地図のように画面上に描き出すシステムである。この瞬間、ルンガ沖の戦場において圧倒的な情報の非対称性が生まれていた。日本軍の見張り員が漆黒の闇に目を凝らし、わずかな波の白さやシルエットを探しているその時、米軍のレーダー画面には島影に沿って進んでくる田中艦隊の動きが鮮明な光の点として映し出されていたのである。敵艦隊発見。距離1万メートル。日本側が米艦隊の存在に気づくよりもはるか前に、米軍はすでに照準を合わせていた。先制攻撃の権利は完全に米軍の手にあった。しかし、ここで組織論的な悲劇が起こる。テクノロジーの進化に人間の意思決定が追いついていなかったのである。23時16分。前衛駆逐艦フレッチャーのコール艦長は、レーダー射撃による魚雷攻撃の絶好の機会を得た。敵は無防備な横腹を晒している。今撃てば 100% 命中する。コールは直ちに機関のライト少将へ無線を入れた。敵艦隊を探知。魚雷発射の許可を求む。現場からの緊急の承認申請。だがライト少将は即答しなかった。距離は、目標は明確か。着任2日目のライトにとってコール艦長の声はまだ信頼できる部下の進言ではなく、会ったばかりの男からの唐突な要求に過ぎなかった。さらに彼はレーダーという見えない目がはじき出す距離を信用しきれていなかった。遠すぎるのではないか。有効射程外ではないか。彼は古き良き海軍のセオリーに縛られ、慎重さを優先した。確認のための無線が往復する。秒針が進む。その間にも田中艦隊は30ノットの高速で移動し、米駆逐艦の前を通り過ぎていく。最高の射程は刻一刻と不完全な射程へと劣化していく。ようやくライトから発射許可が下りたのは、最初の要請から実に4分後のことであった。海戦における4分間は永遠にも等しい。敵艦隊の位置関係はすでに変わり、フレッチャーが放った魚雷は本来の理想的な角度ではなく、遠ざかる敵を追いかける追尾コースを取らざるを得なくなっていた。最新鋭のハードウェアを持ちながら、球体依然とした指揮系統、ソフトウェアがその足を引っ張る。この4分間の地帯が後の惨劇への引き金を引いた。
23時20分、米艦隊の主砲が一斉に火を吹いた。閃光が闇を切り裂き、田中艦隊の先頭を行く警戒艦高波を捉える。日本軍にとってはまさに寝耳に水の奇襲攻撃であった。23時21分、ルンガ沖の静寂は轟音によって物理的に破壊された。巡洋艦隊の主砲が一斉に火を吹いたのである。レーダー射撃による初弾は驚くべき精度で日本艦隊を捉えていた。だがここで米軍は近代海戦における典型的な落とし穴に陥っていた。目標配分の失敗である。本来複数の敵艦がいる場合、各艦がターゲットを分担し火力を分散させるのがセオリーである。しかし米軍の最新鋭レーダーは最も近く鮮明な反応を示した先頭の艦に各艦の射撃指揮官が吸い寄せられてしまった。結果、米艦隊のすべての砲門がたった一隻の駆逐艦高波だけに集中したのである。敵襲、面舵一杯。高波艦長小倉正美中佐の叫びも虚しく、数十発の6インチ砲弾と8インチ砲弾が高波の船体を蜂の巣にした。第一煙突への直撃弾で艦室が破裂し、艦橋も粉砕される。回避運動を取る間もなく、高波は海上の松明のように燃え上がった。この瞬間、高波は意図せずして艦隊を守る最強の飛来神となった。米軍がこの一隻をオーバーキルしている数分間、後続の田中本隊は敵の照準から外れ、闇の中でフリーハンドの状態を得たのである。これを戦術的幸運と呼ぶにはあまりに代償が大きかった。瀕死の高波であったが、その乗員たちは驚異的な連動を見せつけた。艦が停止し、火だるまになりながらも、水雷長は叫んだ。魚雷船、用意、撃て！電路が切断されれば手動で、艦が傾けば人力で。彼らは沈みゆくその瞬間まで戦う意志を捨てなかった。高波から放たれた数本の魚雷は自分たちを葬り去ろうとする敵艦隊へ向かって突き進んでいく。それは死に体のボクサーが放った最後のカウンターパンチであった。一方、後続の駆逐艦軍はパニックの淵にあった。高波がやられた。目の前で両艦が爆発する光景は、輸送任務に集中していた乗員たちの心理を根底から揺さぶった。だがここで試されたのは個々の兵士の能力ではなく、組織としての切り替えの速さである。長波の田中雷蔵は即座に無線マイクをつかんだ。迷っている時間はない。意思決定のサイクルを敵よりも早く回さなければ全滅する。全軍突撃せよ！揚陸やめ！その命令はシンプルかつ残酷だった。苦労して積んだドラム缶を今すぐ捨てろという意味である。甲板では水兵たちが斧やナイフを振るい、ドラム缶を固定しているロープを必死に切断し始めた。ゴロゴロと海に転がり落ちていく食料と医薬品。それはガダルカナルで飢える友軍の命そのものであった。畜生！畜生！涙ながらにロープを切る兵士たち。だが船体が軽くなり、魚雷発射管の旋回ロックが外れた瞬間、彼らは輸送船から世界最強の水雷戦隊へと変貌を遂げた。取り舵一杯！目標敵戦列！ドラム缶を捨てた駆逐艦たちは燃え盛る高波を追い越して加速する。米軍はまだ気づいていない。自分たちが叩いているのはおとりに過ぎず、その背後から7隻の狼たちが牙をむいて殺到していることに。
高波が炎上してから数分間、この短い時間が戦死における勝者と敗者を入れ替える分岐点となった。23時23分、ここで米指揮官ライト少将は致命的な戦術ミスを犯す。彼は攻撃を優先し、回避行動を解いて進路を固定したのである。それが命取りとなった。静止した標的ほど撃ちやすいものはない。だが彼には慢心があった。日本の駆逐艦はもう逃げているはずだと。レーダーに映る敵影が遠ざかっていたからだ。しかしその認識は半分正しく半分間違っていた。田中艦隊の本隊は確かに逃げる準備をしていた。だがその背後で攻撃体系にあった警戒艦鈴風らが人知れず殺意の小包をポストに投函していたのである。米軍がジグザグを止めたのとほぼ同時刻、23時24分、田中雷蔵の冷徹な命令が下っていた。全艦突撃せよ。いち早く戦闘態勢に入った警戒隊から第一波となる酸素魚雷が発射された。ここで日本の水雷長たちは高度な降参射撃を行っていた。敵艦隊まで約4000メートル。彼らは魚雷を一点に集中させるのではなく、わずかに角度をずらして近江状に発射する。敵の未来位置を面で制圧する確率論に基づいた必殺の布陣だ。魚雷が発射管を飛び出すと同時に、田中雷蔵は冷徹な命令を下した。全艦反転、全速で離脱せよ。撃って逃げる。これは卑怯ではない。極めて論理的な判断である。なぜなら彼らには次がないからだ。甲板のドラム缶のせいで予備魚雷の再装填は不可能。手持ちの在庫をすべて吐き出した今、彼らはただの脆弱な鉄の船に過ぎない。戦果を確認したいという指揮官の欲を捨て、田中は艦と人命を守るために全速力で戦場を去った。海の上には奇妙な静寂が訪れた。一方、何も知らない米艦隊は死神が海中を走っているとも知らず、一直線に航行を続けていた。ここからが酸素魚雷の真の恐怖である。距離4000メートル。時速90キロで疾走する魚雷が到達するには約3分の時間を要する。発射されたのは23時24分。着弾予定は27分。この3分間のタイムラグが因果関係を切断する。日本艦隊が反転し、その姿がレーダーから消えかけた頃に、忘れていた攻撃が届くのだ。23時27分。米軍が敵を撃退したと安堵し、勝利の美酒に酔おうとしたまさにその時、海中を無音で進んできた見えざる狂気が米旗艦ミネアポリスの目前に到達した。見張り員が海面に不自然な揺らぎを見た瞬間、すべては手遅れだった。そう、酸素魚雷に航跡はない。死神は透明なマントを羽織り、音もなく目前まで迫っていたのである。彼らが何かおかしいと感じたとき、それはもう着弾の瞬間だった。視認できたときにはもう回避不能な距離にある。ドンという腹に響く衝撃音とともに、ミネアポリスの艦首が切断され吹き飛んだ。それは米海軍が勝利を確信していた瞬間に叩きつけられた理不尽なまでの鉄槌であった。23時27分。米海軍の栄光ある巡洋艦隊は、わずか数分の間に組織としての機能を完全に喪失した。それは彼らが信奉していた単獣人という人形が抱える
構造的な欠陥が露呈した瞬間でもあった。旗艦ミネアポリスへの飛来は単に一隻の損傷を意味しない。指揮機能の麻痺である。艦首を吹き飛ばされ、通信機能と電源を喪失したライト少将は、その瞬間、艦隊の統制能力を失った。自責指揮官への権限移譲プロセスも確立されていない中、残された艦は、暗闇の中で個別の判断を強いられる烏合の衆となった。この混乱が次なる悲劇を招く。戦闘艦の急減速により、後続の2番艦ニューオーリンズは衝突を避けるためとっさに右へ転打した。だがこれは戦術的な自殺行為だった。魚雷の進行方向に対してブロードサイドを晒すことになり、被弾面積を最大化してしまったからだ。運命の皮肉か、日本軍の計算か。ニューオーリンズの左舷第1砲塔弾薬庫付近に酸素魚雷が直撃する。その衝撃は物理法則の限界を超えていた。轟音とともに艦の前方45メートル、船体の実に4分の1が1000トン近い第1砲塔ごと切断され、海へ滑り落ちたのである。自身の切断された艦首が船体に衝突しながら沈んでいく光景。それは対艦巨砲主義という古いパラダイムが新しいテクノロジーによって物理的にへし折られた象徴的なシーンであった。崩壊は止まらない。3番艦ペンサコーラは炎上する両艦を避けようと左に転打したが、その動きは完全に読まれていたかのように次の魚雷の餌食となった。機械室への直撃、重油タンクが破裂し、艦全体が火葬場のような猛火に包まれる。そしてしんがりの従順ノーザンプトン、彼女もまた2本の魚雷を受け帰還停止。わずか10分足らずの間にガダルカナル海域の米従巡洋艦戦力のほぼ 100% が戦闘不能に陥ったのである。日本軍の酸素魚雷という非対称兵器が米軍の艦隊決戦ドクトリンを粉砕した瞬間だった。だがこの地獄絵図の中で日本人が戦慄すべきもう一つの事実が浮かび上がっていた。これほど致命的なダメージを受けながら米艦の多くは沈まなかったのである。ダメージコントロール。米海軍は船体が破壊されることを前提にシステムを設計していた。徹底した核兵器による浸水防止、防火訓練の行き届いた応急班、そして何より乗員の船を救うという意思の統一。首を失ったニューオーリンズでさえ生き残った後部のエンジンだけで意地のリバース航行を続け、沈没を免れた。攻撃力で圧倒的勝利を収めた日本、生存力と危機管理能力で驚異的な粘りを見せたアメリカ。ルンガの海に漂う鉄の残骸はやがて訪れる戦争の結末を暗示していた。どれだけ鋭い名刀で切りつけても決して倒れない分厚い盾を持つ巨人の不気味さを。ルンガ沖の砲声が止んだ後、日米双方に残されたのは対照的な数字と現実であった。戦術的なバランスシートを見れば日本の圧勝である。日本側損失、駆逐艦1隻。対する米側、10巡洋艦1隻沈没、3隻大破。キルレシオは1対4以上。特に魚雷8発の一斉射撃のみで敵主力艦隊を戦闘不能にしたこの戦いは、世界の海戦史上最もコストパフォーマンスの高い勝利の一つとして記録される。だが翌朝、
ショートランド白地に帰投した田中雷蔵を待っていたのは、英雄への称賛ではなく、連合艦隊司令部からの冷酷な査問であった。敵を全滅させる好機になぜ追撃しなかったのか。ドラム艦はどうした。現場を知らぬ参謀たちの批判は、日本軍という組織が抱える病理そのものだった。彼らは自発装填不可能という物理的制約を無視し、精神論で不可能を可能にすることを求めた。さらに致命的だったのは、この大勝利をもってしても、ガダルカナル島の上という戦略的課題は何一つ解決しなかったという事実である。田中が守った駆逐艦たちは無傷で帰還したが、肝心のドラム艦はルンガの海底に沈んだままであった。一方、敗北した米軍の動きこそが真の意味で恐ろしい。彼らの強さは従順4隻が飛来したことではなく、そのうち3隻を沈めなかったこと、そしてそれを直して戦線復帰させた工業力にある。首をもがれたニューオーリンズもミネアポリスも、驚異的なダメージコントロールとリペア能力によって数ヶ月後には新品同様の姿で太平洋に戻ってきた。壊しても壊してもよみがえる。日本軍が相手にしていたのは個々の兵器ではなく、この巨大な産業システムそのものであったのだ。この戦いの直後、田中雷蔵は水雷戦隊司令官を解任され、陸上勤務へと左遷される。あまりに合理的すぎた彼の指揮は、精神主義に傾倒する軍上層部には消極的と映ったのである。だが、誰よりも彼の実力を理解していたのは、かつての敵、アメリカ海軍であった。米戦士家サミュエル・エリオット・モリソンはこう記している。田中雷蔵こそ不屈の猛将である、と。タサファロンガについて、日本軍の方が我々よりも優れていたという以外に、いかなる批評をなすことも困難である。敵将からの最大限の賛辞。皮肉にも彼の合理性は海を隔てた敵国でこそ正当に評価されたのである。しかし歴史の審判は異なる。もしあの時田中が功名心に駆られて追撃戦を行っていればどうなっていたか。弾切れの駆逐艦隊は夜明けとともに米航空部隊の餌食となり全滅していただろう。そうなれば2ヶ月後に行われるガダルカナル撤退作戦を実行する戦力は残されていなかったはずだ。田中がルンガ沖で守り抜いたのは単なる鉄の船ではない。後の撤退作戦で1万人の将兵を救い出すことになる熟練の駆逐艦乗りという替えの利かない人的資本、ヒューマンキャピタルだったのである。戦術で勝ち、戦略で負ける。ルンガ沖野戦はその典型例として語られる。だが、その敗北の中に一筋の光があるとすれば、それは組織の論理に抗い、現場のリアリズムを貫いた一人の指揮官の決断であった。